はいどうも、アニモです。お待たせしました。前回のね、この子の続きですね。バスケットを編んでいくやつの続きになります。で、前回はここの、このラインの上のところまで7号針で編んできて、今日はここの部分と、8号針で編んで、で、この上の部分を応用でまた編んでいって、7号針を使います。はい。で、前回ここまで編んだんですけど、コメント欄でね、これ底板が見つからないとか、まだ売ってない、売り始めやからね、まだちょっと全国に普及してないかもしれないんですけど、ないんですけど、みたいな、なくていけませんかみたいな質問をいただいたんで、ちょっとね、実はこれ、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん、つながってますね。ほどくから。ね。試しで編んでみました。普通に円として編んでいく6目スタート。で、次の段は VVVV で全部に V を入れて、次 2V なので 1V。で、そこから 2V、2V、2V って編んで最後1。で、次 3V。3V、3V、3V ね。で、次 4V やから 2V。で、4V、4V、4V で最後2で終わる。で、5V。6V やから 3V、6V、6V、6V できて最後3で終わるっていうので、6、7、8、9。で、10、11。数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11段ですね。編んできてます。で、偶数の時は、6V とか言ったら6を半分で割って、で、3V から始めて 6V、6V、6V が終わって、一番最後に3が残ってるので3を編んだら、最初と最後の3で、6になるっていうやつですね。4V やったら 2V から始めて最後2を編んで2と2で4になるっていうね、そのやり方なんですけど、どっかに動画もあります。貼り付けろ言うてね、ちょっとあれなんですけど、そんなんで、11段編めば6からスタートしてるので、66目になります。でね、どのサイズがええかなと思って編んだんですけど、一番近しいとしたら、8号針で編んだこれが近いです。で、これが一番近しいんですけど、ちょっと小さいんです。で、これ何号針で編んだかっつったら、8号針で編みました。なので、8号針で普通の力で編んできたので、ちょっとゆったりめに編む。もしくは、10号針できつめに編んでもいけるかなぐらいになると思います。私の力加減で。で、ここのね、できたら、この子のここのサイズが 15.5 センチなんですけど、直径が 15.5 センチになるのが望ましいと思います。で、なんかの時にやった時があるんですけど、2枚作って、中にバッグ底板じゃない、プラ底板みたいなやつを丸く切って、挟み込んで2枚をこう一緒に編んでいってあげると、しっかりとした底ができるので、もし最悪ない人はそれでいくか、10号針でね、ほんと、また V の間を割ってね、編む細編みとかでしっかりさせてって編んでいっても、しっかりして、なおかつそのぐらいの大きさになるかなという予想はしてます。なので、その辺ちょっとサイズが 15.5 センチになるように自分の手加減でちょっと頑張ってもらって、で、何にも入れて置いとくだけやから、そこペランペランでもええねんっていう人は、1枚だけ編んで、底板も入れずに編み進めてもらう。ちょっと編みにくいかもしれへんけどね、柔らかい分。やってもらったらいいんじゃないかと思います。もし万が一手に入らへん人は、そこでちょっと考えてみてください。で、どうしても探すっていう人は、また、前回出したんですけど、これですね。ダイソーさんに行って、おう、言うて、ここスクショしてね、おう、これないですか言うて、取り寄せないですかとか言って、一回聞いてみてもらったらいいかもしれないです。はい。それじゃあね、ちょっと一旦これをほどいてきて、続きを編んでいきたいと思います。はい。針の説明をしといたら、前回までこの7号針の4ミリで編んできたんですけど、その時は、ゆったり編んでね、ゆったり編んでねって言って編んできました。それね、やっぱ針の先っぽって、こう、尖り方が違うくて、7号針の方が細い分、やっぱり尖ってて目が拾いやすい。ほんで、下の方の、ところは編みにくい編み方なので、細い方でゆったり編んできました。で、今日は、普通にザクザク編んでいけるので、8号針でね、ちょっと、しっかりめの厚めの編み方になるので、とりあえず、ちょっと大きい針で、この子との差をこうつけようかなと思ってます。で、この子は、普通の力で、きつくとかじゃなくてね、普通の力で編んでもらって大丈夫です。なので、また上の方に来たらこの7号針でゆったり、真ん中のところは8号針で普通っていう感じで覚えて編んでください。はい、じゃあ編み始めますね。まず、前回針を外してたので、今回8号針で編んでいきます。で、このね、糸をずーっと引っ張ると、吸い込まれていってる方が針の手前に来るように入れます。はい。そしたら、ね、前回までむちゃんこ大変やったから、まず1段目はね、くっつい楽にいきましょう。
まず鎖編み1つで立ち上がります。かけて抜くだけ。ちょっと待ってよ、カメラが近いわ。よしよし。はい。で、とりあえずですね、今から1段もう普通に細編みを編んでいきます。今立ち上がって根元のこの子の頭2本だけのところでいいです。どうしてもね、裏ちょび取りたいねいう人はやってくれてもいいですよ。全然大丈夫です。はい。普通に頭2本に細編み。はい。次の頭2本の下に針を入れて細編み。もうね、やっと休憩ですよ、この1段で。ね、手も踊ってあなた針も外れるわ。ね、こんな感じで。まずはね、1段目、リラックスして、ね、細編み1段編んでみましょう。はい。そしたらこんな感じで、普通に細編みをね、1段くるりーっと回ってきてください。あ、リングつけてないな。リング、わからん人はね、だいたい1目編んだらつけるんですよ。ね。引き抜き編み、立ち上がり、最初の頭の下には足があるので確認しやすいです。はい。だいたいね、ポコッと高さ上がってるからわかると思うんですけど、わからない人はリングをつけましょう。はい。そしたらね、ぐるーっと回っていきます。はい。一段細編みでずーっと休憩してまいりました。ね。こんな時のためだけにね、あなた400円も出してこんなんガチャガチャや。ね。休憩しておりました。終わりましたね。豚さん支えてくれてありがとう。言ってね。はい。ほんなら、ここカメラよしとんかい言うてね。はい。よし。いきますよ。残り、ここが立ち上がりなので、残り2つ残ってますね。あと2つだけ細編みを編みます。よいしょ。遊んど場合やないで、言うてね。はい。これで一周回ってきたので、ここにね、よいしょ。立ち上がりがありますね。ここに根元にここに引き抜き編みがあって、立ち上がりがあって、最初の頭。ね。もうね、この段からは楽ですよ。最初の頭に表から突っ込むだけ。よいしょ。ね。もう裏から取ってグーとかせんでいいからね。はい。そしたら引き抜いて、この中も引き抜いて、針の上の糸を押さえて右にグー。はい。引き締めて戻します。それではね、今から、一応4段一模様なんです。4段一模様なんだけど、偶数段で終わるならどこで終わってもらってもいいです。ね。今からまず1段目やから、この段で終わったらダメです。はい。まず、鎖編み1つで立ち上がります。かけて抜くだけ。はい。で、次どこを取るかって言ったら、よいしょ、いいですか？まず1目目がありまして、ね、1目目。足がここにあります。この下をね、こいっとめくります。ね。ほんなら、この足の左下にも足がいますね。足の左下におる足です。一段下の。いますね。この下。この下の子です。この下の子が入ってるところと同じところに針を入れます。ここちょっと窮屈なんですけど、この、鎖目のところをぐっとめくりまして、この中、ここにぐっと針を突っ込みます。で、裏側、こうね、きちんとこういうところから出てきてるので、はい、ですか？ここに糸をかけて出してきたら、スーッと、この最初の土台つける時と一緒で、横までグッと出すのと一緒で、この生地の上までぐーっとしっかり出してきます。はい。ね。こういうことです。そしたら、ここビヨーンと伸びてます。これで OK です。糸をかけて2本の中を通ります。細編みです。これはね、長い大きい細編みです。で、わからなくなる人はまた頭にリングつけといてくださいね。はい。大きい細編みができました。じゃあ次の子には普通の細編みです。次の子ね、どこやって言ってわからない人は、今この一段下のここ拾いましたね。この隣の右上におる子。この子が普通の頭なので、その右上におるこの頭。これが普通の頭です。ここに頭2本のとこに入れて、普通の細編み。これは伸ばさない普通の細編み。はい。それができたら次、大きい細編み。大きいちっちゃい、大きいちっちゃいをやっていきますね。大きいのは次の頭の下に足があります。左下ですね。この左下のさらに左下におる子。この V が入っているこの穴です。ここの次の次ですね。この穴に無理やりぐーっと入れて、ブス。ね。で、糸をかけて、スッと出してきたら、スーッと伸ばして、ここの上までスーッと
襟まで来るようにスーッとしてからかけて2本の中を通る。大きい細編みできました。長いですね。じゃあ次の子はこのキワキワに折る目なんですけどね、ここに普通の細編み。その次はこの次の次でもいいし、次の目の下の左下でもいいので、よく見て、ここね、ぐっと引っ張り持って穴広げて、ここに一緒にね、この子が入ってる穴と一緒のところに重くそ突っ込んでやる。じゃあこのね、ブイッとあるところの下に入ってると思います。ここで大きい細編み、次キワキワに折る子に普通の細編み。じゃあ次この下でこのギリギリのところにもうぐーっとちょっとねずれたりせんように同じところに入るように。そしたらこの下のこのブイというところに入ってますね。でスーッと伸ばした大きい細編み、小さい細編み、これを続けていきます。いけますか？大きいちっちゃい、大きいちっちゃい、大きいちっちゃい、大きいちっちゃいね。これをずっと一周。この週はね、ちょっとほら、下の穴にグッと入れるの大変やから休憩中看板出ないので、頑張って一周編んできてください。はい、じゃあまたね、ぐるーっと回ってきました。この大きい細編みのね、取るところちょっと、きついとこもあったかなと思うけど、7号針でゆったり編んだ人やったら、いけたかなと思います。で、今、大きいちっちゃい。で、最後、大きいちっちゃい。大きいから始まったので、ちっちゃいで終わります。偶数やからね。大きいちっちゃい、大きいちっちゃい。ね。そう。はい。なら次、大きい細編みなので、この、今編んだとこの、次の頭の下の下。ここですね。ここの根元にぐっと針を入れて、スーッと伸ばす大きい細編み。で、最後、ここに一目あるので、ここに普通の細編み。はい。そしたら、引き抜き立ち上がり、最初の頭ですね。この最初の頭のとこに針を入れて、よいしょ。引き抜き編みをします。引き抜き、引き抜き。上を押さえて右に行く。はい。糸戻して、鎖編み一つで立ち上がります。じゃあ次ですね。この、ダイヤモンド柄のところのね、2段目です。ダイヤモンド柄の2段目は、まずですね、この大きい細編みの足がありますね。最初大きい細編みなので、これ頭、足があって頭ですね。この大きい細編みの頭には普通の細編みをします。なので1つ目はですね、普通の細編みです。今、ここが空いてるね。大きい細編みの上の頭2本のとこ。ここに普通に細編みをしたら、またわからんくなる人はリングです。はい。じゃあ次は普通の細編みの上の頭ですね。この普通の細編みの上は、この部位と、でね、ここちょっと重なってるけど、重なってるけど、これ広げたって、ね。この部位とこの部位がありますね。この内側同士、この子とこの子をくっつけます。まず、この部位とあるうちの左の足1本を取ります。ここ外れんように押さえて、左の足1本を取る。はい。で次の大きい部位の右の足1本を取る。ここで糸をかけて、この2本の中を通ってきて、普通にね、で、かけて2本の中を通る。はい。そしたら、この部位、大きい部位が割れまして、部位の間にね、上にあるこの子が大きい部位の頭になります。大きい部位の頭は普通に細編み。ですか？ここに細編み。よいしょ。はい。じゃあ次の頭って普通のこの頭なので、普通のこの頭の時は、ここに編むんではなくて、足を拾います。今さっき編んだ部位のここ、くっつけたね。このほっとかれと真下の足と、このこっち側に行ったら部位とある右側にある足1本。じゃあ2本取ったか1本。ここでかけて出してきてかけて、これで細編みです。なんかかけてが1回多かった。ちょっと待って、もう一回いきます。ね、ごめんなさい。大きい部位がありますね。大きい部位のこの間にあるここは普通な、大きい部位の頭なので普通に細編みです。じゃあ次、ここで、この足、残ってる真下の1本の足。で、こっち側にある部位の右側の足ですね。ここを取って、かけて、合ってるか出してきて、かけて2本の中を抜く。合ってるな。合ってるわ。合ってたか？ほんまですか？ね。こんな感じになってます。ほったらね、今ギッシギッシなってきて、ちょっとね、今はまだわからんかもやけど、ちょっと分厚いんですよ。ここがね。
太いんですよ。ね、もうちょっと何段か編んできたら、こっちぶっといやんってなるけど、最終大丈夫になるから、このまま頑張っていきます。はい。じゃあこれを繰り返していきます。ここの大きい V の間ですね。ね、今編んだとこの次の子、普通に頭編む。足を広い、向こうのこっち側の足を広い、ここで細編み。で、この線の横ね、大きい V の横は普通に細編み、足広々。足広々細編み、普通無理やな。どういうか、無理やな。足、こう、ね。だから、ここ、わかった。これ、ほれ、足を編むから、まずここは足。で、次はここの頭を取るから、頭。普通や。ね。足。もうしゃあない。これや。足、頭言いながら間違えへんようにずーっと編んできてください。ね。これでちょっとね、しっかりしてくるから頑張って一周編んでみてください。はい。じゃあぐるーっと回ってきて、わかりますかね、この分厚さ。これがしっかりしてる元なんです。こう、粒厚いね。だけど、一番上また細っちょになるので、そないに言うほど、大丈夫。何がか知らんけど、なので行きましょう。はい。そしたら、今、ここ、大きい細編みの頭に編んだとこなので、足のつなぐところですね。こっちの足、あっちの足。はい。そしたら、この大きい細編みの頭ですね。ここ。じゃあ次、一番最初ね、普通に、細編みから始まりましたね。なので、頭から始まってます。で、足にしたので、最後は足で終わります。これ今、大きい細編みの頭を編んで、最後一目残ってるとこはつなぐんです。足を。まず、真下におるこの一本の子と、このね、一番最初の一目目。ここからつないで、ここ残ってますね。こっち側の子。V の右側の子。ちょっと遠いんだけど、ぐぐぐっとね、この子を、よいしょ、捕まえて。で、かけて、出してきて、かけて、2本の中を通る。はい。これで最初と最後がつながりました。で、最初の頭ですね。最初の頭に引き抜き、グー。はい。これで模様編みの2段目が終わりました。じゃあ次、どうやっていくかって言ったら、1段目覚えてますか？大きい細編み、ちっちゃい細編み、大きい細編み、ちっちゃい細編みって言って、大きい細編みから始まりました。その反対バージョンです。ちっちゃい細編み、大きい細編み、ちっちゃい細編み、大きい細編みをやっていきます。まず鎖編み1つで立ち上がって、ちっちゃい細編みは普通にさっきの細編みの頭、1目目ですね。ここの頭2本のとこに細編みをします。はい。じゃあ次、どこに大きい細編みするんやって言ったら、このお山の中に針を入れます。次の頭の真下ね、このお山がありますね。このお山のところのどこやっていうと、いいよ。見てみましたラバ。ね。わかるかな。こういう、これが足なんです。足の上。ここ。このね、横線があって、ここの中にも横線があって、ここにも横線があってみたいな、この横線とこの V の間なんです。ここ。まあなんせね、このお山の中の上の方に針をブスッと入れたら、裏側、こんなところに出てきます。まあ、裏側ね、多少どこに出てきても大丈夫です。ここですね。はい。ここに大きい細編み。ビヨーンと伸ばしてくる。上までビヨーンと伸ばしてきて細編み。じゃあ次は普通の足がある頭ですね。ここには普通の頭です。ちっちゃい頭。一つ目。リングしてない。大きいちっちゃい。ここですね。大きいの手前のちっちゃいの頭やからここですね。わからん人は一目編んだらご自身でやるというね、システムになっております。はい。そしたら次は、ここの次のとこの真下にはこのお山がありますね。お山のこの頭のところなんで、この辺。なんせね、このお山のところの下にグッと入れたら、スコッと普通に針入ります。この V の下ぐらいのところに入るところがあります。まあね、スコッと入りますわ。ね。それでビヨンと伸ばした細編み。普通に細編み。いいですか？ほら、ここにブスッと刺して普通に、もうね、スコッと刺さりますわ。ね。スコッと刺さりますわ。ほいでビヨン。普通の細編み。次、スコッと刺さりますわ。もうどこでもスコッと刺さりますわ。ほいで、スーッと伸ばして、で、普通。ね。
で、大きい細編み、ちっちゃい細編み、大きい細編み。ね。どこと気にせんでもね、もう大体ね、ここの辺にこのお山の下にプッと針当ててグッと入れたら刺さりますねん。この上に刺さりますねん。ね。やってみたら、言うてちょっと快感になるよ。なんか、どっか目探そうか思うけど、スッと刺したら刺さるのね、あなた、みたいな感じなので、スッと、はい、あなた刺さるのね、言うて、一周頑張って。これが、模様編みの3段目になります。この次が終わったら、同じことの繰り返しなので、ちょっと分かってくるかなっていう感じです。分厚くなってきております。はい。じゃあ頑張って一周編んでください。はい。それじゃあまたね、一周くるっと回って分厚くなってきました。はい。そしたら今ちっちゃい細編みをしたとこなので、次ですね。次はここの中ぶっすり刺して、大きい細編み。で、次ちっちゃい細編み。最初ね、ここの段はちっちゃい細編みから始まりました。なので、大きい細編みで終わります。次、最後の頭残ってます。この下、こう、ブイッとあります。ここね、この頭ぐらいのここです。ここにプイッと入れたらスポッと入ります。スポッと入ります。これでからぐーっと、にょん、大きい細編み。はい。これで最初の頭につなぎます。よいしょ。引き抜き、引き抜き、グー。はい。そしたら今からね、最後の4段目になります。まず、鎖編み1つで立ち上がって。ここを見たら普通の細編みの頭ですね、最初。普通の細編みの頭の時はつなぐをやりましたね。大きい細編みの頭の時に普通に細編み。なので、まずここの普通の細編みの頭なので、ここのところでつなぎます。で、どこを取るかって言ったら、一目前のさっき最後に編んだ大きい細編みの V の左側と、この大きいこの右側、はよ爪濡れ。ね。すいません。はい。この大きい細編みの V の左足と、こっち側の右足。はい。で、ここで細編み。はい。そしたら、この大きい V の間、この大きい V の縦の上ですね。ここ。これが普通の細編み。足つなぎます。これね、よく見たらね、このね、今これ重なってるけど、よく見たらね、こっちは左側から出てる。こっちは右側から出てるね。こう V ですからね。時々重なってるけど、こういう V です。そしたら、こことこうしてからつないで、頭。こっちの足とあっちの足で、で、次、頭。足と、V とる右側の方ね。足、頭。ね。さっきと何が違うってもうリングをしとけ。ね。はい、すいません。この大きいこの頭ですね。もうね、ポキッとこう立ち上がってるからわかると思うんですけどね。この立ち上がりの隣が最初の頭なんですけどね。はい。なので、これをまたずっと一段編んでくるっていう感じです。で、それが終わったら次また大きい細編みから始まる段。ね。で、大きい細編みの頭は、次は、普通に細編みをして、次、足、頭って言ってやる。で、次の段、3段目はちっちゃい細編みから始まります。で、4段目はちっちゃい細編みの上やから足を細編みしてっていうだけ。わかるかな？なんかちょっと書こうかな。書いた方がいいね。ちょっと、ほんだらこの段編み寄ってください。動画やのに、段取りをせよいう感じなんですけどね。ちょっとね。はいはい。こんな感じで。もう、ここはわかりますね。足、頭。ほんだらこれをずっと編み寄ってください。私はね、こうですせと紙に書いてきますので、皆さん頑張って、ほんならずっと編んでみてください。はい。じゃあまたずっとぐるっと回ってきたんですけど、今、こう見たらダイヤモンド柄。ここはちょっとあれやけど、今から次の段でここの上にダイヤができてっていう感じでずっとできてくるんですけど、一玉しかないねんって言うてね、コメントくれた人いてます。一玉の人は、ここまでになるかなって感じです。もうこれぐらいなので、あとここまで来たら、あとバック細編みで一周行ってあげたりとかね、っていう、トレイみたいなね。ちょっとヤンボールにもならない深さやね、これやったら。ちょっとこんな感じの浅さになっちゃいます。小物入れぐらいにしかならないかもしれないけど、だから、2玉半あれば高さがぐっとくるところまでいけます。なので、良ければね、2玉半用意してもらうか、違う糸使ってもらうかっていう感じですね。で、あと、他の糸でもいけますかっていう質問ももらったんですけど、他の糸でもいけます。で、これはアクリル 100% なので、結構糸自体がね、ガシッとしっかりとしてるんです。太さ的にはそんなにないんですけど、なので、
他の糸でしようと思ったら、時々ほら、なんていうのかな、アクリル 100% ってまだしっかりとしてるけど、例えば、他にウールが入ってるよとか、ちょっと、柔らかいよっていうようなやつは、厚みは出るからね、そんなにくたっとはしないけども、これほどカチッとはならないかもしれない。ただ、あの、普通に細編みを編むよりは全然しっかりとかするし、他の糸でもだから全然編んでいけます。細い糸やったらもう2本取りとか3本取りとかにしてもらった方がいいかもしれないけど、それでもいけます。編み方自体をね、これをちょっと試して編んでみてもらったらと思います。ほいで、もうちょっとで最後なので、ちょっと編んでみて、編み図も書いたんです。もうね、これ以上ないんちゃうかというぐらい、編み図ができたのでね、ちょっとこの後出していきたいと思います。ただ今これ足をつないだところなので、次頭。で、今度足。でね、最初1目目は足のところから始まってる。最後1目残ってるので、ここに頭。はい。で、ここに最初のところに、よいしょ、引き抜き、引き抜き、グー。で、ここからまた模様編みの同じ1段目が始まります。鎖編み1つで1つで立ち上がって、最初はここ、最初の頭ですね。この真下。なので、大きい細編みから始まることになります。まあね、一番最初ってこのほら、1段めくってからさ、言うて根元からやった大きい細編みやったけど、この時の1段目はここからね、普通にここぶっすりなーと刺す楽ちんの大きい細編み、普通の細編み、大きい細編みっていうのをやっていく。で、もうあとはそれの繰り返しです。どこまで繰り返すかって言ったら好きなだけ。で、できたら偶数、できなくても偶数段で終わってください。今この状態でね、これ奇数段1段目でしょ。この奇数段で終わっちゃうとこんな模様になっちゃう。次の段でやったらこうね、お山とかこういうギチギチとなったところなので、2段目か4段目の偶数段で終わるっていう感じになります。はい。で、アニマの場合はですね、この数え方としたらね、このちゃんとしたダイヤが1、2、3、4、5、6個できるところですね。で、これちょっと試し編みの時に、下ここ1段しか編まない状態でやったんですね。ほんなら、やっぱりちょっとダイヤが短いのよ。なので、今回最初2段にしました。そうすることによってね、きちんとダイヤになってるでしょ。これより、これなんかあんた下チンとクリーンみたいになってるからね。2段いるんです。はい。なので、こう形的にはダイヤモンドのしっかりしたこの半分から数えずにね、しっかりしたダイヤモンドから数えて、1、2、3、4、5、6。ね。で、この中途半端な 0.5、1.5、2.5、3.5、4.5、5.5の点5で6っていうのも数えれるんですけど、こんな感じのところまで編みました。なので、好きなところまで編んでください。で、その後は、ここからまた説明をしていくので、編み図を一応先に出しときます。じゃーじゃん。やめとけ、なんやそれ言うてね。せやけどこれ一番わかりやすいんちゃうか思うんですよ。下からこれ1段目。ね。1段目、ここ立ち上がっていけたところの1段目ですわ。1段目の時は大きい細編み、ちっちゃい細編み、大きい細編み、ちっちゃい細編み、ちょっと大きいけど、普通の大きい細編みね、小さい細編みでブーっと回ってきて、で、またずーっと来てね、最後、小さい細編みで終わる。ね。これで引き抜きまして、次立ち上がりましたら、次はね、この大きい細編みの頭には普通の細編みです、これ。普通の細編み。ほんと次これなんやねん言うたら足ですわ。ね。足取ろうか言うね。こっちの足とこっちの足を取りましょうかと。この普通の細編みの上では足を取る。ね。ほんで次は大きい細編みの上には普通の細編み。次はこの足取ろうかの細編みですわ。ね。こんな感じ。ね。で、最後は、ちっちゃい細編みから来たから2段目の終わりは、最初の足も拾いますよ。ここの足と最初の足までつなぎますっていうやつですね。んで、その次。ここは1段目は大きい細編みやったんですけど、次はここはちっちゃい細編みで始まります。で、ちっちゃい、大きい。この大きいは足の下にね、入りますよ。大きい細編み。で、ちっちゃい、大きいは足の下。ここら辺にブスッと刺すね。ちょうど股間のあたりに刺すような編み方となってきます。はい。で、その次は、一番最後、4段目は、ここで立ち上がったら、まずは、一番最後に編んだ前段の大きい細編みの左足。この子をすくってから、この大きい細編みの右足を拾ってくっつける。で、大きい細編みの上は普通の細編みね。で、これを繰り返していったら、また次1段目に戻る。大きい細編みですね。股間の間に大きい細編み。で、普通の細編み、大きい細編みいうのを繰り返して、あとまた次ここに来てっていう、めちゃくちゃ
どないこんなんだ、外国の人見たらわからんわ言われてしまうけど、まあこんな感じですわ。ね。絵で見たら万国共通通じるか。ね。こんな感じになっております。なので、頑張って、ここからね、ちょっと、スパルタですけど、頑張って自分でね、編んできてもらったらと思います。ほんなら、また後でお会いしましょう。頑張ってきてね。ちょっと糸のつなぎ方もやろうと思ったら、むちゃくちゃ中途半端なところで一玉目が終わりそうでですね、このダイヤ一つ半のところのもう終わりらへん。めっちゃ中途半端やんっていうところで終わりそうなんですけど、まあ、一応ね、この今つないだとこ、この大きい頭の上に普通の細編みをかけて出してきた時にはもう糸がないので、ここでちょうど糸替えをします。最後かけて抜くっていう時に新しい糸を持ってくるんですけど、この古い糸押さえといて、新しい糸を持ってきて、よいしょ。まあ似たような長さで挟んでおきます。手に糸かけて、でちょっと反対の手で押さえて、かけて抜くのを新しい糸でかけて抜きます。はい。じゃあ次は最後ね、足つなぐとこなんです。最後、こことここ。つなぐときに針の上に糸を置いときます。どこでもいいから上に。ね、最初の糸と最後の糸ですよ。で、糸をかけてここから出してきて、細編み。で、これができたら、ちょっと軽くね、新しい糸はちょっとだけ。古い糸はここの足の子なので、ちょっと引っ張ってたわみがないようにしてあげる。はい。これで、もうこれね、次、もう最初にいきなりつなぐところなんですけど、最初ここやな。最初の頭、ごめんなさいね。自分でするやつがもうリング外してしまうとるけど、今、足をつないで終わったとこなので、普通の頭のところに、よいしょ、つなぎます。で、つなぐときに糸端上、針の上。で、引き抜き、グー。そしたら、鎖編み一つで立ち上がる。で、普通のとこの上なので、普通の細編みの上なので、普通に細編みをします。よいしょ。普通の細編みですね。包みます。で、次、大きい細編み、この足に入れたら、この生地の上に押さえといて、一緒にスーッと出してきた子で包み込みます。で、次は普通の細編みなので、針を入れて、この糸端を上に置いてって言って、こうやって包み込んでいきます。だからどこであれする時も、なんせ包み込めるようにしてあげたら、糸替えもね、そのまますんなりやっていけると思います。すんなりかな？わからへんけど、まあ、糸替えもこうやってやっていけます。ね。どうしても無理やってる人はくくってね、結び目を中に隠すとかでもいいと思います。はい。それじゃあこんな感じで、また、もう一回糸替えがありますね。2玉目が終わって、次3玉目に入るところなので、どっかで糸のつなぐとこが来るかもしれへんけど、頑張ってつないでみてください。はい。そしたら、ここからずーっとここまで編んできました。で、しっかりとしたダイヤを数えて、1、2、3、4、5、6個のところまでね、編んできて、今最後のね、大きい足を拾った細編みですね。よいしょ。ほうほう。最後の、今ここ来てます。で、最後ここ普通の編んで、最初のこのね、つないだ足の上に引き抜くっていう感じになります。まず、今大きいとこで、ちょっと雨でね、画質が悪いけど、今日出すって言うたから頑張って動画仕上げちゃいます。細編みをして、で、最初のとこにつなぐんですけど、この最初の頭、これですね。ここは立ち上がりの子です。なんですけど、今から7号針を使っていきます。はい。そしたら針を緩めて、8号針のもうザクザクコーナー終わりなので、もっと編みたい人はね、もっと編んでくださいよ、長さ。なんか、買い物行って大根入れんねんとか長ネギ入れんねんっていう人はもう落ちまなくなってた。あともっと長に編んでもらったらいいです。私の場合はね、バランス的にこの辺でいいかなと思うので、ここでやめたいと思います。はい。そしたら、最初の頭、リングしてる人は最初のリングしてる頭に後ろから針を入れます。またね、下でしてきたことと同じ応用ですね。糸かけて、裏側にこの糸を出します。はい。で、ぐーっと引き締めて、たわみなくして、どうしようかな。鎖一つで立ち上がろうかと思ったけど、下の方の、やっぱここの立ち上がりのところね、次の段から拾いやすいように、このままいきます。で、ここの、今これまあちょっとわからなくなったらあれやからリングしておきますね。で、今までやったらこう手前から、このね、
最初の頭と最後の頭の間のこの子がつながってるここからこう針入れてたんですけど、そうするとね、このラインより手前に目が出ちゃうので、裏っ側です。この裏っ側でリングかけてるところの下にあるこの子。この子に針を入れます。1本のところでいいです。いいですか？リングかかって、この最初の頭の付け根におるこの子っていうんかな。この子の1本のところに針を入れて、糸をかけて、この中から出てきます。はい。そしたらリングにかかってる子を針に戻して、で、糸をかけて、この2本の中を通る。これでね、この鎖の目の後ろ側で立ち上がりができました。ちょっとね、ほんのりこうなんか段みたいになるけど、まあこのぐらい許容範囲としていきましょう。はい。そしたら次から、下でもやってきたんですけど、まず今立ち上げたところで、ここが1目目。ね、根元にあるこの1目目の後ろのちょびちゃんを取りたい。だから後ろから前に針入れて、で、ここですね。この根元にある V のところを入れながら後ろを見たらこのちょびちゃんが取れます。で、ここでゆったりね、7号針なのでゆったり。はい。びっくりするほどゆるゆるにはしなくていいですよ。少しゆとりがある程度にしてると次の段で目が取りやすいっていうだけなので、そのぐらいの気持ちでいってください。で、次の子に入れて、この足のとこに入れつつ裏見たら、こう。8号針の後やからね、この段は取りやすいと思います。ゆったりした気持ちでいってください。この裏のね、ちょびちゃん1本だけを取っていくという作業です。この子ですね。で、手前にラインが残ってきます。こう裏のね、この1本だけ、8号針の後やから7号針でいく分には、今やったらもう裏側のこのちょびやなって言って、こういう子を取っていくだけでもいけると思います。ね、針の違いって大きいね。8号針の後の7号針なんか神様みたいなもんですよ。はい。ほんなら、このラインを残しながら一段ぐるっと編んできてください。はい、じゃあまたぐるっと回ってきて、むっちゃ画面が赤いわ。雨は嫌ね。ほんと。はい。ほんなら、ここが立ち上がったところ。リングしてるとこの手前のこの子は立ち上がったところ。この足がここスッと来てて、頭がありますね。だからあと2目拾うっていう感じになります。この子の裏にあるちょびちゃんを拾って細編みで、端っこね、ここにあるちょびちゃんがあります。ほっ、裏側にねあります。この子を取って、はい。じゃあまた後下でしてきたことと一緒なんですけど、また緩めて、この子の後ろから前に針を刺して、最初の子ですね。で、この子を引っ掛けて、後ろに出します。で、グー、戻す。ね。で、わからなかったらまた外して、リングをつけます。よいしょ。ね。で、この子が入ってきた最初の頭、最後の頭の間に、今のこの足みたいにおるからね、ここに入れて、裏側はすぐにあるここのね、この1本だけを取っときたいと思います。ですか？はい。そしたらかけて出してきて。で、このリングに預けてた子を針に戻します。よいしょ。で、かけて抜く立ち上がりができました。で、次からはね、この1目目の足の間に針を入れて、こうね、この下のちょびちゃんだけ拾う。で、足元にある V の右側ですね。この V とある右側から出てます。で、ここで細編みゆったりと。で、またリングをつけます。はい。じゃあ次の頭の下にある足の間に針を入れつつ、裏側ではこの V がありますね。ここに V の右側に出る。右側なんだけど、このちょびちゃんだけを取るという感じやね。ちょびちゃんを右側で、そうね、結局ね V の右側で取るっていう感じで、これをまた、下でもやったのでねわかると思うので、あと1段だけぐるっと回って、で次の段で、パプコンちゃんをね作ってまた編んでいきたいと思います。じゃあ頑張ってこの1周編んできてください。じゃあまたぐるっと回ってきて、残り
最初の頭、立ち上がり、手前に大きい2つがあるので、ここですね。ここの裏のちょびちゃんを取りながら編む。で、また最後のこの足を割って入れながら裏側にあるちょびちゃんを取る。はい。OK です。そしたら緩めて最初の頭につなぎます。この辺ね、もうほんと下のところで前回ゆっくりやってきたので、ちょっとさっと言ってますけど、わからない人は前回の動画をね、もっとわからない人はもっとスローにしてね、見てきてもらったらいいと思います。はい。そしたら、またここを外して、この間から針入れて、裏の1本だけを取って糸をここから出してきて、で預けてた子をよいしょ入れて立ち上がるっていう感じですね。はい。そしたらここからね、一番下の時って2回細編みをして、でパプコンで、ここから5回パプコン5回パプコンでずっと来て、最後3回で終わったと思うんですけど、ちょっとだけねこの辺で多分遮光してきてるんじゃないかなと思うので、最初はね3つ細編みを編んでからパプコンにしようかなと思います。123個編んでパプコン、で12345パプコン、ぐらいでいいかなっていう感じなので、あんまりね私遮光してへんでっていう人は下と合わせて2回細編みしてからパプコン5回パプコンを回ってきてくれても大丈夫です。今回アニマの場合は3回、3回細編みをしてからパプコンをしようと思います。はい。そしたらね、元のこの次のねここの裏側普通にまた足パックリ右斜め後ろ細編みをねしていきます。1目目は相変わらず硬いです。はい。でまたゆったりした感じで、はい。そしたらリングしときます。1、次またこの裏のちょびだけを右後ろに針を向けてちょびだけを取る感じですね。はい、これで3回できました。そしたらパプコンを作ります。また一緒ですね。針に糸をかけて頭の手前半目だけを取って5回長編みをします。1、2、3、4、5。はい。そしたらまた指にかけて1、2、3、4、5。ここから針を頭2本の下に入れて、でまた糸かけて出してきてね、パプコン後ろから前に押すっていうのもやってきました。で鎖編み、これでパプコンが完成です。はい。そしたらまた次のところのここからですね、5回、細編みをします。1、2、ゆったりめ3、4、見とってもらってわかるかもしれないんですけど、こんなびっくりするほど緩くはしてないです。ただでも触り心地で伝えようとするのやけど、ふんわりと編んでます。はい。なら次またパプコンちゃんです。ね、こうやって5回編んだらパプコン、5回編んだらパプコンで1周回ってきて、最初は細編みを、3回入れたので、戻ってきたとこ最後ね、細編み2回で終わる形。下とは逆ですね。そんな感じになってます。じゃあこれで5回長編みができたので、指にかけて、1、2、3、4、5。ここですね。ここに入れて、糸戻して、前に押しつつ引き抜く。鎖編み1つ、パプコンができました。じゃあパプコンの隣ですね。パプコンの隣の目のこの足の間から、また右斜め後ろにパックリと細編みをして、でこれで1言うて、また5個やったらパプコンっていうのでね、ぐるーっと1周回ってきてください。はい、じゃあまたぐるーっと回ってきて、今パプコンが終わったとこですね。鎖もしてます。そしたら残りあと2つあるんですね。最初3個やったので、ここの2個と合わせて周りと同じ5になるっていう感じですね。ちょっとこれはね V の間から出たから、こっちのはいこうやってね、こう V の間から出ない、 V より右側から出るっていう感じです。
1で最後もちょっと硬いかな。いけますね。はい。はい。そしたらまた最初の頭とつなぎます。もうね、同じことやってるんで、さっさか言ってますけど、わからん人は予習、復習が必要ですよ。はい。そしたらまた、ここを押さえといて、で、ここから裏に出て、半目というか、1半目、1本だけ取って、で、かけて出してきて、戻して針先に。で、かけて2本の中を通りますね。無理な人はリングですよ。はい。そしたらまず最初ね、3回細編みをしたところがあるので、そこに同じように、また真ん中パックリ、右斜め細編みをね、3回やります。1回目やってわからなくなる人はリングです。はい。で、次のところで右斜めパックリ。ここですね。次、ここで右斜めパックリ。ここです。はい。これができたら、また中長編みの時に、このまっすぐの横におるこの子ですね。この子の1本と、この頭の1段下、この細編みの足たちが入ってるところの、ここの中間におかしな1本ありますね。この子を中長編みで拾います。針に糸をかけて、またこの手前にある1本と裏側のこの頭の一段下、ここにある1本ですね。他のところの足と足の間にある1本です。この子のところから糸かけて出してきて、この中出してきて、パッコンの中も通ります。で、3本になったらかけて3本の中を全部通る中長編み。はい。これができたらパプコンちゃんをぐーっとのけて、ここにあるこの子からね、5回細編みを編みます。右に斜めパックリ細編みですね。これをまた繰り返していきます。もうね、もうこの次の段で、やっと持ち手をつけて、これで、もう一段編んで、ほんでからが多いよ、やることがね。最終、しっかりさせるために引き抜き編みを一段ね、したいと思います。そこで完成になるので、もうちょっとです。頑張りましょう。ね、この辺で、この辺のもう中長編みもわかりますかね？わかりますね。わかりませんか？誰に喋ってんの？ね、今、1、2、3、4。で、パプコンちゃんのギリギリ横にもおるからね、パプコンちゃんグイッと避けたらここに足がありますから、この足の間に入れつつ、右斜め。はい。これで、ここの上に中長編みをしてから、1、2、3、4、5。中長編みのやつはね、下にこう、斜線がおるからわかると思います。はい。そしたら、また、ここで中長編みをします。かけて、こう見たらわかりますね。手前に折って横に折る。この横に折る1本です。1本と、裏側を見て、ここに折る1本。ね。で、かけて出してきて、パプコンちゃんの間も出してきて、スッと伸ばす。かけて3本の中を抜く。はい。で、パプコンちゃんを避けた、ここですね。この1つ目からっていうのをまた繰り返していきます。はい。じゃあまた5回編んで、パプコンのとこ中長編みとかをして、これでずーっと戻ってきて、ここの中長編みしたぐらいで、するかしたかぐらいでまたやりたいと思います。はい、じゃあまたぐるーっと回ってきて、今からちょうどね、中長編みをするところです。ならまたここと裏側にあるこの1本取って、もう一気にここスッと出してきて中長編みをして、で残り、2つ残ってますね。最初3からいったので1で最後の子、これで、最初の3回と今のここの2回でトータル5回ということになりますね。はい。そしたらまた、同じようにつなぎます。で、持ち手なんですけど、どうしようかな。説明を先にしようかな。ね。どれぐらい飲んでどこにしますよをするので、ちょっと先に立ち上がりを作る前に説明しようか。はい。よいしょ、このまま置いておきますね。これの時は、ここを9目にしたんですね。で、残り、ここで片側12目、12目。で、反対側で12目なので、持ち手を作ってから24回細編みをして、また持ち手を作って、っていうので、この立ち上がりのとこから12回して、持ち手を作って24回編んで持ち手作って12回っていうのをやってたんですけど、そうなると、こうセンターに揃わないので、立ち上がりをちょっとずらして、したら、
今こうやって正面から見ると、立ち上がりがここにちょっとほんのりわかる感じでいるんですけど、言うたらね、この辺からこう持ち手をこうつけようかなと思ってるんですよ。そしたら、玉の真ん中でこう作ることができるのと、立ち上がりが真正面じゃないから、これ真正面でこうするとね、ちょっと目立ちやすいので、立ち上がりをずらすことによってちょっと目の錯覚でね、綺麗に見せかけるっていうのをやっていこうかと思います。で、この子の場合は、17回の鎖編みで持ち手を作ってます。ただね、ちょっと、まあバスケットってこんなんやからね、ちょっと長めでもいいかなと思うんですけど、もうちょっと短くしよっかなと思ってます。今回12目か4目減らして1017やから15か13ぐらいのちょっとしたやつでも可愛いかなと思うんですけどね。14、13。このちょぴっとしたやつにしようかなと思います。でも、例えば17回にする人は17回。あと、ここ間を、斜め飛ばしてこの両脇でつけてるので、トータル9目のところでこう持ち手を作ってるんですけど、バックにするからもっと大きな持ち手がいいっていう人はもっと離したところから好きな長さの鎖編みをしてっていう感じになります。で、ここのアーチを、大人可愛いツートンバッグとかの時にやったんですけど、その時のは全部に細編みをするからわざとにこう丸まるようにしてたんですけど、バスケットの場合はね、まっすぐの方がいいやろうと思って、この辺でちょっとね、増やし目とかをしてます。なので、もしバッグの持ち手にする場合は、大人可愛いツートンバッグの持ち手みたいに、普通に頭全部細編み一つで作ってもいいんじゃないかなとは思ってます。なので、まあ、この辺をね、ちょっと編むのと、まあ、そっち側の動画も参照にして、ちょっと検討してもらったらなと思います。かわいいな。なんかこの赤も可愛いけど、こっちの色好きやな、余計に。と思ってます。また買い足してきた糸をね、バスケット何個か作ってこうね、トントンと並べたら可愛いかなと思ってます。はい。そしたら、まずですね、ちょっと計算したところによりますと、ここの玉の上で作ろうと思うんです。ここからやったらいきなり過ぎるので、この玉の上で作ろうと思うんですけど、玉の上のセンターから、1、2、3、4、5個目か。9やから4個目か。ここから作って1、2、3。で、玉編みの上飛ばして1、2、3。飛ばしたここ。こことここで持ち手をつけていこうと思います。そしたら持ち手のセンターにポコが来て、反対側はポコとポコの間に、持ち手が来るって感じです。11がちょっとね、奇数やがちょっとややこしいことになりますけど、多分これでセンター揃うと思います。一旦やってみます。はい。そしたらまた立ち上がりを作ります。ちょっと同じことなのでね、あんまり説明もいらず、説明いらずの前にちゃんとせい。ね。よいしょ。なら、この1本取って、この子を引っ掛けて出してきて、ほっ。で、針に戻して、立ち上がりを作ったら、まず、1、2、3、4、5。5回細編みをしようと思います。1、2、3、ちょっと待って、自信がないぞ。そう、5回。そう。ね。はい。5回、パックリ細編みをね、やっていこうと思います。で、まず、根元の1目目の右側にある子から、こうね、1目目はちょっと硬いのを覚悟しつつ、ちょっとすんなりいった。嬉しいな。はい。じゃあまた1個編んで、わからなくなる人はリングです。はい。そしたら、次の子に、次の子よ、3。で、中長編みのところですね。この頭の1本下にあるこのところを入れながら、裏のこの縦の長いところの間に出てきて細編みをします。これで細編みが4。で、次のところ、パックリ細編みで5。はい。じゃあ次のところに、次の頭のこう左下のところね、またパックリ入れるところに入れて、ちょび取ってね、V の右下、右横に入れたら、引き抜き編みをします。引き抜き、引き抜き。で、引き編みをして、わからない人はリングつけたらいいんですけど、また後で数を数えるので、いけるんじゃないかと思うんですけどね。もうわからなかったら、ここの頭にリングしてもらってもいいです。1、2、3、4、5、引き抜きって言って、まあ数えれるとは思うんですけどね。はい。そしたら、ここからね、鎖編みを好きなだけします。どうするかな。ここが5、
で、ここの7のところで増やし目してます。V1、V1、V1、V とね、7個やってるので、で、そこから普通に5個細編みをしてるけど、もうちょっと短くしようと思うので、13で、鎖編み13でいってみようと思います。ちょっと4目減らしてどうか。で、あと仕上がったやつ見て、あ、私もうちょっと長しようとか、私が犠牲になりますので、数はその後、ちょっと自分で決めてもらったらいいと思います。仕上がりを先見てもらってもいいと思います。じゃあ、13回いきます。鎖編みかけて抜くだけ、1かけて抜くだけ、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。はい。短いか。短いかな。いけるかな。まあ、なんか、バスケットってほら、ちょっとの持ち手のやつがあるからね。それでいきたいと思います。はい。そしたら、今ここに引き抜きましたね。ここに引き抜いてますね。その次の頭のところから数えます。1、2、3。で、ここにちょうど中長編みがいます。このパプコンちゃんの上。これが4つ目のセンターです。で、5、6、7。で、次の子。7飛ばしたここの子。この頭の左下のね、ここのパックリちゃんのところ。右斜めパックリちゃんのところに引き抜き編みをします。引き抜き、引き抜き、引き締めないでください。よいしょ。はい、引き締めないよ。そしたらここから次のところの頭、普通に頭の右斜めパックリちゃんのところに細編みで、ここから24回の細編みをしていくことになります。なんやか反抗期の糸へとをいうこと聞いて、よいしょ。はい、24回ね、ちょっとめんどくさいけど数えてもらえますかね。ちょびちゃんとってここから1で、次中長編みのところは頭の下の線のところに針を入れて、向こう側のこの V の間ぐらいですね。はい、ここで2って言って24回ね、ずーっとこのままいってください。はい、じゃあね、24回ずっとここの後からブーっときました。で、次はこの玉と玉のここら辺にこうね、持ち手がかかってくる感じになります。じゃあ、次はね、中長編みの手前の子ですね。この子に、足のところからパックリ、よいしょ、パックリ突っ込んで、引き抜き、引き抜きです。じゃあ、ここからね、好きな数の鎖です。兄も13にしたと思うので、13いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。はい。13回の鎖編みができたら、根元のところは7個飛ばします。1、2、3、4、5、6、7。この中長ちゃんのところを飛ばした次のところ。ここに、またパックリのところに入れて引き抜きます。引き抜き、引き抜き。はい。これは引き締めません。で、ここで、この引き抜いたところから引き抜いたところまで9目でね、持ち手を作ってるっていう感じになります。はい。じゃあ次からまたずーっとね、最初のところまで、よいしょ、パックリで細編みを置きます。一番最初が何目したんかいね。1、2、3、4、5目なので、19回か。19回の細編みで、元に戻ってくることになります。じゃあ頑張って、またここから19回の細編みをしてきてください。はい、また回ってきて、今16回。次中長編みの上なので、この線のところに入れて、17。で、よいしょ。18。ゆったりね。最後のところで19。はい。そしたらまた最初につないでいきます。よいしょ。はい。で、ぐー戻す。で、ここ立ち上がり作りますね。無理な人はリング使ってください。かけて、出してきて、針に元たこを戻して、かけて抜く立ち上がりです。はい。じゃあ、今から4回細編みをします。で、まずそれをやってみましょう。4回ね。
1目目はちょっと硬いことを覚悟して入ったらラッキー。1、次2、次3で、次4。はい、4回の細編みをしました。ちょっとリング忘れてるわ。よいしょ。はい、4回したのでね、針から123、4個目のところリングすいませんやってます。そしたら鎖目が裏返ってるか、こうか。まずこの鎖編み、こう見るとね、こうだ。こう見るとね、ここから生えてきてるのから裏返ってないように、裏返るとこの裏山がいるので、こう正面、この鎖が全部正面向いている形で持っといて、まずこの5個目のところですねのところの根元のパックリちゃんを狙って、ちょっと待ってよ、この持っといて言うて自分が手離してね、パックリちゃんのとこに入れて、まず糸をかけて出してきます。この状態でここね、鎖ちゃんいがみないかなと思って見てね、でこの横線は引き抜いたこうなんです。横線はで、そこから生えてる鎖ちゃん、この子の内側のこの1本のところに針を入れてください。針の右側には裏山と鎖で2本かかってるはずです。ちょっとね合体してるから2本には見にくいかもしれへんけど、こう、ぐっとやってみたら2本かかってるような感じになってます。でこっち側は1本ね、ここに刺したら糸かけて出してきます。そしたら今針に3本かかってますね。ここをかけて一気に抜きます。減らし目です、細編みのね。はい、そしたらあと2回アニモの場合で3回7回3回3目7目3目3目普通に細編みをして、7目のところで増やし編みをしながら最後3目、それで13目ですね。だから17の人はまず5回の細編みをして7回増やし目をして5回っていう感じですね。で今この編んだ減らし目を1と数えます。で次の子に普通にここね、細編みです包んでかけて出してきてす細編み、これで2と数えて、次のとこもこの左側の1本のところ、右側には2本あります。ここで3。はい、じゃあ今から7目で7回で V1V1V1V をやります。ですか。まずこのまた左側に1本だけになるようなところに針を入れて V です。V 細編みを1つ編んで V、 同じところ、今編んだ同じところに入れてい。はい、じゃあ次のところには1です。1。はい、じゃあ次のところには V です。この1本のところに入れて V、 同じとこ入れてい。はい、じゃあ次1ですね。1。はい、じゃあ次 V です。V、 同じとこに入れてい。はい、ちょっとここかな。じゃあ次1です。はい、じゃあ次 V、 これで斜め目になります。 V。 はい、じゃあまず減らし目のとこで1で、次の細編みで2、3としてから V1、V1、V1、V とね、これで7回全部やってきました。で残り1、2、3個ありますね。これは引き抜いた子なので、まず1、2個は普通に細編みをします。1、1と細編みですね。1回細編みをして、次の子もこの手前1本のところで、はい、で最後ですね。最後の子、今ここに入ったから、この次のこの最後のこの1本の子、ここに針をぐっと入れてここからかけて出してきて、このままの状態でですか、この根元にある子
今引き抜いたんここですね。ここが引き抜いた子で、この頭、足がある頭ですね。この子に針を入れて、入れるところはパックリバレです。パックリバレ。よ。で、出してきて、減らし目です。かけて3本の中を抜きます。はい。いい感じかな？なんか、いい感じ。あと2個増えとってもどっちでもいいな。15でもよかったかな。まあでも、ちょっと短めが良かったから、これぐらいがいいかな。はい、よしとします。はい。そしたら、今からね、22回の細編みをしてください。ここ間24したと思うんですけど、この減らし目があるので、22回です。22回の細編みをしてきてください。はい。じゃあ22回の細編みをしてきました。数える人やったら、よいしょ。まずね、この斜めのところ、このお山があって頭。これは減らし目をしたとこですね。みんなが一気にチュッチュッチュッと集まってるこの頭は減らし目。次、足がある頭。これが一目目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。はい。これで今22回してきて、次は、よいしょ。次のまたパックリちゃんのとこ行きますよ。次の目のパックリちゃんのとこに入れて、糸かけて出してきて。はい。じゃあ、隣を見たら、このまっすぐおる子は引き抜いた子です。で、鎖がねじれてないのを確認してぐーっと引っ張って根元にある一つ目。一つ目のここですね。この手前には一本になるところに針を入れて、で、糸かけて出してきて、かけて3本の中を通り抜ける。これが減らし目です。ならこれを1と数えて、次のとこに2、もう一回次、3。はい。これができたら V1 を、繰り返して斜め分進んでいきます。まず、同じとこ入れて、次のとこには1。次のとこには V。これで今3目目のところですね。次4目目のとこには1個だけ。5目目のとこには V です。V。そしたら6目目のところには普通に細編み。次最後7目目のところには V が来ます。V。そしたらまた、残ってるところの2回は普通に細編みをします。1、次の子にも1細編みをします。えらい右こっち行くな。はい。そしたら今編んだのがここ、次のこの1本残ってるところですね。ここに針を入れて糸かけて出してくる。そしたらこの出してきたところの隣のこのちょびは引き抜いた子なので、次の頭の下の足の間から入れてちょびを取る右斜めパックリな、これを入れたらかけて出してきます。かけて3本の中を抜く。はい。そしたら次からまた普通に、細編みです。何本やったんかいな、ここね。5から始まっての10、14、19やったから18回ですね。はい。すぐ算数ができひんねん。18回ね。ずっと細編みをしてきて、最初のとこに戻ってくることになります。はい。じゃあ今17回終わって、最後これが18回目になりますね。また、よいしょ。最初と最後だけちょっと硬かったりするから、の。よいしょ。はい。で、これで18回目なので1周回ってきました。そうしたら今からね1周しっかりさせるために引き抜き編みをしてきます。ここはもう非常に簡単です。最初の頭に前から針を入れます。でリング外しますね。はい。でここにまず引き抜き編みをします。かけて出してきて針にかかってるこの中も引き抜く。はい。でここぐっと引き締めといて、わからなくなる人は今引き締めてちっちゃくなったこの頭ですね。針にかかってる根元の子、ここにリングをしといてください。
で、今ここに引き抜いたところの後ろから糸が出てます。じゃあ次の目に入れて引き抜き。でね、あんまりきつくないようにしてください。ふんわりと引き抜いていってください。次の目に引き抜き。次の目に引き抜き。次の目にって言って、もうね、角も何もクソもありません。クソなんか言うたらいかんよ。一目に一つずつ、引き抜き編みをしてきます。何にもね、角も何にもへちゃむくれもありません。ずーっと引き抜くだけです。簡単やね、これね。どうなっても頭があるんやから、きつくならんようにだけふんわり引き抜いてくると。これでもう一周回ってきたら終わりです。もう本当お疲れ様でした。持ち手を長くしてね、バッグにする人もおってやろうし、しもうた。ちょっと今更やわ。ちょっと今更やけど、持ってこよう。これダイソーさんで買ってきたのに出すん忘れとったん。ちょっとこれ、どっちの色が可愛いかな。この色。これは秋っぽくて可愛いかな。ちょっと出してみますよ。これをもしかね、通すんやったら持ち手の鎖をするときに、挟み込んでしまえばええかなと思ってたんや。鎖をするときにここに入れてもらえばええかなと思ってたんや。すっかり忘れとって今出てきた。でもまあこれね、ペンチでぐっと広げてつけることもできます。ちょっと後でペンチでつけてみようかな。バーコード。こんな感じです。はい。キャメルカラーとね、焦げ茶があります。これ忘れとったんやだ、今頃。これをここにね、こう通してやればいいかなと思っとったんだけど、向きが横向くな。ほんならね、力でもいけますわ。こうやってね、こうやってね、ほいで、こうやったったらええんちゃう？ほんなら横向かへんのんちゃう？どんなん急にこんなこと思いつきまんねん。ね。ほいでこれをぐーっと締めて、まあちょっと後でペンチでね、形整えてやってもええわ。ね。まあこんな感じもええんじゃないかと思います。そしたらワンハンドルパックできるし、これがちょっと安っちいもんね。言うな。皆まで言うな。なので、外してこれ挟んでやって持ち手にするっていうのも可愛いかなというアイデアの一つです。出てくるの遅くなって誠に申し訳ございません。はい。ちょっとわかるかなよ。またこの鎖いらんわ。この輪っかいらんわ。なんかね、風呂敷をこうなんかしてからバッグにできるよういうような持ち手なんですけど、これはこれで可愛いのでね、よかったら使えるんじゃないかというアイテムの紹介でした。はい。ちくしょう忘れとった。せっかく買ってきたのに。ものすごい昨日渋滞の中買ってきたのに。ちくしょう。よし。はい。独り言終わりましたので、このまま続けて、ずーっとね、引き抜き編みをしていきたいと思います。じゃあまたね、一周回ってきたぐらい、もうほんまに一目に一つずつこうね、ここも、これね、こう来ている、この頭2本のとこ、減らし目のところですけど、これもう普通にほんまに何にも考えたら頭2本をすすこ取ってきたらもうそれで大丈夫です。ちょっとね、一周回っていきたいと思います。はい、じゃあまたずーっとね、こう引き抜いて、ふんわり引き抜いてきました。で、リングしてるとこの最後、一つ手前まで来ました。この一つ手前のところも引き抜きますね。引き抜き。で、これができたら、糸をちょっと残して、糸始末できるぐらいは残して、糸を切ります。チャキ。で、針を外す。こうね、スーッと抜いちゃう。糸をストーンと抜いちゃう。抜けました。そしたらこの子を糸始末していくので、もんわりが見えてきたよ。ねえ、ほんなら、かぎ針に通していきます。よいしょ。はい。はい。そしたら、今ね、この抜いてる子いますね。かけてる子。何を、リングつけてる子の左側の子。この子の、この2本のところに針を入れます。この2本のところ。ですか？で、リングをもういらないので外しますね。そしたらこれをスコーッと抜いてきて、で、この子が生えてるここ。
ちょっと引っ張って、ここですね。ここに戻す。で、裏側はしっかりごっそり取った方がいいです。この辺ぐらいまでごっそり取った方がいいです。見えるかな、ここね。なんやったらもう一本下でもええんやけど、まあここでもええわ。ね。ほいで、スーッと抜いて、他の子と鎖の大きさを合わせてやる。引っ張ってね。はい。そしたら今こっち向きに引っ張ってるので、糸始末は反対。こっち側方向に締めてやっていきたいと思います。裏側向けて、で、こういうね、通れそうなところを入ります。でここちょっと、あれがおるけど、こういうところの中を通ります。この、なんだい、立ち上がりのところがおりますけどもね、ここのところをずっと通っていきますね。これでから、まあ、ところぐらいまでだいたい来たらば、こうスコート抜きますね。ほいで、まあちょっと一段下とかに下がろうかという時も隠れれそうなところがあったらもうかくれんぼです。ずーっとこう出してから入れて、ほいでまた横側へ一段下をね、戻っていきたいと思います。よいしょ。まあほんだね、あんたむちゃくちゃして振り回して何して使うもんじゃないから、まあアニマの場合はこの辺の糸始末でいいかなと思うけど、心配性の方は蛇行してこう一段下がってって言って、やっていったらいいと思います。で、これ根元でちょん。完成です。おめでとうございます。そしたら、ちょっと形を整えて、ね。よ、よ、よ。一周回しながらね、こう真ん中膨らましてあげて。はい。これで完成になります。かわいい。2個並べてみよう。とりあえずね、糸がどれぐらいかって言ったら、3分の2ぐらい使ってるかな。2玉と、まあ3玉あったら十分です。多分手の緩い人でも十分やと思います。ちょっとこれぐらいだけ残りました。3分の1ちょっとぐらい残ってるかなって感じです。半でいけるかなと思ってたら、ちょっと今回、あれかな。何が違ったかな。あ、途中1段増やしたんか。この子の時は1段ここなくって、こうダイヤが潰れてしもうたから、ここ1段増やしたんですわ。だからちょっと糸使ってるけど、まあ、このぐらいでいけるので、3玉あれば十分できるものですね。はい。そしたら、この子たちをね、こうやって、ちょっとこの子持ち手の長さが違うけど、こうやって横にコロンコロンって並べてるだけでもめっちゃ可愛い。ね。可愛い。やば。完成です。こっちの色の方が好きやな。ハンドイって何やけど。ね、でもこの色、ほんと色味が出てくる。このマスタードカラーが入ってるのが好きなのよ。なんせグレーも好きやけど。ね。なので、こっちも入ってるマスタードカラーもグレーも入ってるから好きです。はい。何の告白やねん。ね。はい。ほんなら、またいろんなバージョンでね、作ってもらったらと思います。次回は、この低いバージョンの、下がちょっと丸くなるようにここの取り方とか、まあこの辺は一緒なので、あとバック細編みと蓋のところをあと1回やっていきたいなと思うんですが、私何を隠そう、本日ね、スーパー筋肉痛でございまして、昨日ね、3年ぶりぐらいの、もうコロナの時は行ってないので3年ぶりぐらいのゴルフの打ちっぱなしに行きまして、というのも来週火曜日にね、ゴルフ行くんです。ね。で、ちょっと、なんぼで回ろうか、みたいなやつをみんなで言い合っとるんでね、やべえと思って、久しぶりに、3年ぶりに打ちっぱなしって死にかけておるんです。で、来週ちょっとそのゴルフがあるので、私はそこに本腰を入れなくてはならなくなりましたので、来週の後半か、再来週の頭には、また小物入れの方がやっていけたらなと思います。なので、ちょっと、こういうのをね、編んでアレンジしながら、待ってもらったらと思います。これはもうちょっとね、蓋はもうちょっと要検討で、ちょっと全然形も違うかもしれへんけど、また可愛い形を考えていきたいと思うので、次回もよかったら見てください。それじゃあ今日も長い間ご視聴ありがとうございました。散らかってるけど、バイバイ。